こんにちは。今日は見るからに怪しい USB 充電器を手に入れたのでレビューしていきます。こちらです。600W GAN3 というものですね。アリエクスプレスで購入しました。商品の型番的に多分電力のトータルが 600W の状態で使えるような製品かと思います。こちらの面に USB の差し込み口があります。USB PD に対応した USB-C が5ポート、クイックチャージに対応した USB-A が3ポートの合計8ポートの USB 充電器です。ポートごとに給電能力が書いてあって、これらの合計は確かに 600W となっています。この充電器が本当に 600W で使えるのかというのをこれから見ていくわけですが、その前に今日のスポンサーの JLC-PCB の紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。まずは基本的なスペックについて確認していきます。取説がついてきたので見ていますが、いろいろとシリーズがあるみたいですね。これは最上位モデルの 600W のモデルです。本体の上面にも同じような記載があります。ここで一つ気になる記載がありまして、それは何かというと、入力電圧は 110V から 240V なのはいいんですが、電流は MAX2A となっています。つまり最大でも 220W から 480W の電力しか取れないということです。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。次は付属品を見ていきます。こんな感じで立てるスタンド。それと電源ケーブルですね。左が今回の付属品の電源ケーブルですが、600W をものにしては少し細い印象があります。ちなみに今回は購入時に間違えて EU タイプのケーブルを購入してしまいました。もちろん US タイプのものも販売しています。購入時の価格についても見ていきます。今回購入したものはアリエクスプレスで4870円でした。ただ価格については購入する時期であったりセールなんかをしている時にだいたい1000円くらい値段は上下しますね。3000円台で売っている時もあります。あとよく見てみると類似製品がかなりありますね。似たようなパッケージで販売しているものが多数見つかります。似たような USB 充電器で U グリーンから出ている Nexode 300W という大電力の USB 充電器を以前分解したことがあります。容量が約半分の U グリーン 300W の販売価格は 17,500 円程度です。そう考えると今回購入したものは激安です。今回購入した製品がもし本当に 600W ならば大当たりの製品を買ったということになります。また製品の重さについてですが、600W の USB 充電器にしては軽いと言いますか、明らかに重さが足りていません。こういった電源はですね、基本的に電力が増えるほど重くなる傾向にあります。U グリーンの 300W USB 充電器ですが、非常にずっしりとしていて重みがあります。U グリーンの 300W 充電器の重さは 828g です。一方で今回購入した 600W の重さは 270g です。軽いですね。3分の1の重さで倍の電力を実現しているんですかね。こんな感じで始める前から色々怪しいんですが、実際にテストをしていきます。まずは機能試験として一つのポートだけで使った時に表記通りの電力が問題なく使えるかを確認します。こちらにある USB PD トリガーデバイスで確認します。ちなみにこちらもアリエクスプレスで購入しました。概要欄にリンクあります。まずはチャンネル1を見ていきましょうか。こんな感じで挿してチャージングプロトコルでトリガーをかけると。USB PD ですね。そうすると、はい、来ました。PD3.1 の 140W に対応していますね。100W 以上の USB PD は EPR と言うんですけども、そちらに対応しています。28V5A です。なかなかいいんじゃないですか？ちゃんと 140W 使えそうですね。次はチャンネル2ですね。こちらも同様に 140W のものなんですけども、どうなっているんでしょうか。EPR 対応で 28V5A の 140W です。こちらも対応しています。そして次チャンネル3です。はい。PD3.0 の 100W。チャンネル4。こちらも 100W ですね。そしてチャンネル5です。こちらもちゃんと出ていますね。30W です。ここまで見てきましたが、Type-C のポートについてはスペック通りの電圧を出力できるようです。USB-A のクイックチャージについても見ていきます。
このようにしていますが、問題なく使えていますね。QC3.0 に対応しています。電圧を調整していますが、問題なくできるようです。こんな感じで QC2 についても問題なくできていますね。なかなか良さそうじゃないですか。また実際の充電を模擬するため電子負荷に接続しています。全ポートを問題なく動作しています。ここまで見てきた通り、単ポートですと表記通りの性能をしっかりと発揮できているようです。動作時にコイル泣きとかも特にしていないですね。意外と良さそうですね。次は各ポートを組み合わせて使った時の動作を見ていきます。とりあえずトリガーデバイスで見ていきますか。チャンネル1を接続します。そうするとこのようになりましたね。これは先ほど見ていた通りですね。チャンネル1の出力電圧を 28V に設定しました。次、チャンネル2を接続してみたいと思います。こんな感じで接続すると、はい、なんか変わってしまいましたね。見たところですと C1、C2 両方とも使える電力が落ちてしまいましたね。それぞれ単体で使うと両方とも 140W 使えるものなんですけども、2ポート同時で使おうとするとチャンネル1は 65W、チャンネル2は 30W まで低下するようです。ここで C2 の方を抜いてみます。そうすると C1 はこのように元通りになりました。28V5A 140W が使えます。この段階でですね、600W フルで使えないことがほぼほぼ確定しました。まあ、チャンネル1とチャンネル2はなんか共有してるっていうことですかね。普通こういうのってチャンネル1が 140W 維持したまま他のチャンネルを下げるっていうことをやってほしいような気がするんですけども、そういう風な動作にはなっていないようです。次は C1 を使った状態で C3 を使うとどうなるのか見ていきます。C2 を抜いて C3 に入れるとどうなるかというと、なんか良さそうですね。C1 は 140W のままで C3 は 30W までいけるっぽいですね。C3 については単体で使うと 100W までいけるものですが、同時使用すると 30W まで低下してしまうようです。実際に負荷を取った時もこの表示通りの電力を取れるのか電子負荷を使って試してみます。実際に負荷をつなげてみました。C3 がこちらに出ているように 30W です。PD の設定をして、そして負荷を取り始めます。そうするとどうなるでしょうか。はい、実際に 30W は取れているんですけども C1 の様子がちょっと変わってしまいましたね。140W 表示になってたんですけど今見てみると 65W になってます。C3 を止めてみましょうか。そうすると EPR 有効で 140W 取れるんですが、他のポートをオンにするとはい。こういう風にですね、65W まで低下してしまいます。これは結構微妙な仕様ですね。せめてチャンネル1は 140W のままで動かせるようにしてほしいんですけども、そうはなっていませんでした。というよりかは他のポートの状態を読み込んで EPR ありなしにするかというのを選んでいるので、中で結構制御はやっているのかもしれませんね。ちなみに C1 の方を 20V65W で動かそうとすると、はい。こんな感じでですね、なんか色々落ちてしまいますね。正直よくわからない仕様です。もしかしたら入力電圧が 100V なせいでうまく使えないのかもと思って 200V 出力できる電源を用意してみました。結果としてはこのように 100V の時と変わらずといったところです。付属の取説を読んでも複数ポート使用時の挙動について記載は一切ありませんでした。この充電器自体の挙動があまりにもわからないので何か見落としているかもしれないと思って製品ページを改めて見たところ見つけてしまいました。製品販売ページの下の方のさらに表示をクリックすると複数ポートを同時使用すると使用できる電力が下がるという記述を見つけてしまいました。製品ページのこの部分は読み飛ばしていたので今回は完全に見逃してしまいましたね。一瞬騙されたかって思ったんですけども、よく考えてみると製品ページを隅から隅まで読まないで買った方が悪いですね。今回はかなり痛いミスです。よくよく読んでみると全ポート使用した時でもここに書いてあるような 600W での使用はできず最大でも 230W での利用となってしまうようです。こちらの 600W の製品名は完全に騙してきていますね。定格電力の 600W ではなくて型番の 600W っていうことでしょうね、多分。ちょっと前に SD カードとか USB メモリーで 2TB という型番を 2TB という容量と誤認させて買わせるようなやり方が流行っていましたね。実際には表記の容量よりももっと少ないメモリーを販売していたという事例です。今回も多分そのパターンを狙っているのかと思います。
製品ページの下の方にある購入者からの問い合わせに対する回答で 600W ではなくて最大電力が 215W であると誰か回答していますね。アリエクスプレスも最近はちゃんとしているかと思ったんですけども、販売業者によってはまだまだこんな製品はあるみたいです。皆さんも買うとき製品ページをよく読んでから購入してください。ここからは電力変換の効率測定と発熱について見ていきます。そして最後は分解といった流れです。今回はポート数が多すぎて効率の測定は難しいので、分解後に内部から配線を直接引っ張ってきて USB ポートを経由しない形で効率測定を行います。ちなみに実験風景はこんな感じです。こちらは分解した後の中身で、いろいろ言いたいことはあるんですけども、後で詳しく解説します。こちらが USB Type-C の出力なんですけども、こっからは取らないで、その前段の回路から直接電力を引っ張ってやろうということをやっています。実際に測定しているときはこんな感じですね。電源を入れます。そうすると、はい。こちらが出力電圧 28.5V となっています。ここから負荷をどんどんと取っていけばいいわけですね。今 1A 引っ張っていると。ここから負荷をどんどん取っていくわけですね。今 166W を取っていますけども、動いてます。パチッて止まりましたね。なんだろう。こんな感じで負荷を取っていくと、6A まで取れるんですけど、次 7A 取ろうとすると止まってしまいますね。多分電圧が 200V ではないことが原因だと思いますので、ここの電圧を変えてみてもう一度トライしてみます。じゃあもう一回いきましょうか。こんな感じで 6A まで取れますが 7A、やっぱ落ちますね。ダメみたいです。6、そして7A。はい、落ちました。なんかいろいろ詐欺ですね、これは。電力としては最大で 170W 程度取ってしまうと、こちらの USB 充電器自体の保護が働いてしまうみたいです。こんな感じで結構ダメな製品ですね。製品ページ見てみると 230W 程度までいけるみたいなことが書いてあったんですけども、実際には 175W 以上の電力を取ってしまうと保護が働いて止まってしまいます。ちなみに効率測定のセットアップはこんな感じです。出力電圧、そして負荷の電流ですね。で、入力の電力を測定していると。電源はこちらの電源装置から取っています。こちらが効率の測定グラフです。最高効率は 94% 程度になりました。ちなみにこちらの効率については一つ注意点があります。それは何かというと、今回は USB ポートで個別で電圧を調整する回路の直前で出力電力の測定をしています。なので実際の変換効率はこれから1から 2% 程度低くなります。それを考慮しても最高効率は 92% 台と予想できますので、なかなか高いですね。実際GaNパワー半導体を採用した USB 充電器の効率は 91% 程度といったことが多いです。それを考えてみると、今回の USB 充電器は効率という点ではなかなか優秀かもしれません。実際一番よく発熱している部品はこちらのダイオード整流器ですね。温度104度まで上昇しています。かなり熱いです。裏面はどうなっているかというと、こんな感じですね。やっぱりダイオード整流器の裏面の部分が一番熱くなってますね。ちょっと怖いので電源を落としてしまいます。すべての実験が終わった後にマルチポートで規定の電力が取れるかどうかというのをもう一度実験しました。他のトリガーデバイスを使って実験しています。こちらの C1 については問題なく 65W 出ていますが、一方で C3 が問題です。今 20W 出ています。30W まで引っ張れるので、それを試してみますが、こんな感じで負荷を上げていくと、はい、電圧がですね、こういう風にオンオフを繰り返してしまうと。これはあんま良くないですね。こんなことを試しているうちにですね、C3 から電圧が出なくなってしまいました。聞こえるかわかんないんですけど、こんな感じでカチカチ音がいってます。次はこちらの回路が実際どういったものなのか見ていきます。こちらが実際の回路ですね。なんか表面に熱伝導系の部材が乗っていますね。練り消しみたいな素材です。こういう風にほじくるとスポッて感じで抜けます。なんつうんでしょうね。はい。面白いって言いますかね。こちらの面にも練り消しみたいなやつが貼ってあってですね、熱を伝導していると。貼ってある下にはパワー半導体が隠れています。
基板は2枚構成になっています。こちらのメイン基板なんかは割としっかりと作ってあるかなとは思いますね。ただ放熱シリコンの充填具合とか乗せ具合はだいぶ適当な感じがします。熱伝導シリコンは充填はしてあるんですけど、こちらのケースに触れない程度の充填なんですね。ケースと接触はしていないので、そこまで効果があるかと言われると何とも言えないところです。こちらの基板全体に熱を伝えるという点では効果はあるかと思います。基板2枚構成のうち、こちらの USB 基板の方はなかなかいい加減かと思います。特にこの電解コンデンサーの実装なんかはなかなかエキセントリックですね。趣味で作る回路基板ならこの実装はありかもしれませんが、量産の製品でこれをやってしまうというのがすごいです。別に褒めてはないです。メイン基板の方に話を戻します。回路構成自体は一般的な変換回路となっています。こちらに電源入力があって、その後ダイオード整流器を通ります。その後は力率保証回路を通ります。ちょうどこの部分ですね。回路で言うと。その後は LLC コンバーターで絶縁しながら電圧を下げます。ここにコントローラーとパワー半導体のスイッチがあります。表面にインダクターと変圧器、そして LLC の C の部分のフィルムキャパシターがあります。その後、同期整流回路を通って USB 基板の方に行くというわけです。USB 基板に入るところの電圧は固定の 28V です。USB PD の EPR で使う 28V に合わせた感じですね。USB ポートの電圧は個別で設定できますが、それは USB 基板の方に載っている DC-DC コンバーターで調整します。28V から高圧するだけなので簡単ですね。こちら製品名にガンとありますが、実際に窒化ガリウムパワー半導体が使われているかも確認しました。まずこちらの力率保証回路に1つ、そして LLC コンバーターの部分に2つ使われていました。メーカーは高エナジーという中国のパワー半導体メーカーです。垂直統合型のパワー半導体メーカーで中国内では結構有名な会社みたいですね。ちなみにですね、以前分解した U グリーン 300W 充電器と比較してみると中身はこんな感じで違いがあります。やっぱり U グリーンはちゃんと作っているというか、しっかりしている製品なんだなというのが今日分解した製品と比べてみるとよくわかるかと思います。というわけで、アリエクスプレスで買った怪しい USB 充電器を分解レビューしてきました。この商品を買う前、一目見た時にもうピンときて結構怪しいと思っていたんですけども、実際買ってみて使ってみるとやっぱりなといった感じですね。製品ページをよく見てみると 600W で使えないとは書いてあるのですが、私みたいによく見ないで買ってしまう人はそこそこいるのではないかと思います。製品ページの合計のワット数 230W とありますが、実際に使ってみると 170W 程度で使えなくなってしまいます。そこら辺も詐欺要素がありますね。今回はかなり微妙な買い物になってしまいましたが、アリエクスプレス自体は日本では見かけないような面白ガジェットがたくさんあったり、有料な製品もたまに見かけるので、今後もいろいろ買っていきたいとは思っています。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントをしてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚$60。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。